皆さん、こんにちは。この写真、日本のどこだと思いますか？正解は、北海道です。今日は皆さんにぜひ訪れてほしい日本の観光地、北海道をご紹介します。有名な観光地や地元の人も訪れる場所についてもお話しします。楽しんで聞いてもらえると嬉しいです。まずは北海道をエリアごとに分けてご案内します。北海道札幌エリア、札幌雪まつり。札幌の中心にある大通公園はいろいろなイベントが行われます。札幌雪まつりでは巨大な雪や氷の像が並びます。夜にはライトアップされとても綺麗です。すすきの札幌の夜を楽しむなら、すすきのです。北海道ならではのエンタメとグルメが楽しめます。濃厚な味噌ラーメンや海鮮料理が特に人気です。お酒を飲んだ後の締めにもおすすめです。クラブ、バー、カラオケなど、いろいろな遊び場所があるので、夜の繁華街で楽しみたい人にはぴったりです。札幌市時計台、日本最古の時計台で国の重要文化財にも指定されています。ビル街に位置するため少しこじんまりとしていますが、明治時代の雰囲気を感じられるスポットです。北海道小樽エリア、小樽運河、石造りの倉庫が並びます。夜にはガス灯が灯り、ロマンチックな空間です。運河沿いを散歩しながら、レトロな街並みを楽しむのも良いでしょう。冬には、小樽雪あかりの道というイベントが開かれ、キャンドルに照らされた街はとても綺麗です。小樽オルゴール堂。明治時代のレトロな建物の小樽オルゴール堂では、美しいオルゴールが展示販売されています。アンティークなものからモダンなデザインまで種類がたくさんあります。キャラクターやお城など個性的なものもあります。さらに自分だけのオリジナルのオルゴールを作れる体験コーナーも人気です。積丹ブルー。積丹半島に広がる鮮やかな青色の海は透明度の高さから積丹ブルーと呼ばれています。夏にはシュノーケリングやカヤックで美しい海の中で遊べます。北海道ニセコエリア、パウダースノー。ニセコはその特有のパウダースノーで有名なリゾート地です。また、自然が豊かで美しい山々や日本一の清流と言われる尻別川など見どころがたくさんあります。夏にはラフティングやハイキングなど楽しむことができます。また、海外からの旅行者も多いので観光しやすいかもしれません。洞爺湖と有珠山。洞爺湖は寒さの中でも凍らない不凍湖としても知られています。周辺には温泉街が広がっており、冷えた体を温めれます。
南の方角には有珠山があります。有珠山では火山活動が生んだジオパークが見どころです。登別温泉。登別温泉は約1万年前の火山活動でできた地獄谷から湧き出る温泉が有名です。足湯や日帰り温泉もたくさんあり、気軽に立ち寄ることができます。北海道函館エリア、五稜郭公園。敵の攻撃から守るために建てられた五稜郭は星型の形が特徴です。五稜郭はどの方角から攻撃されても二方向から反撃できるように設計されています。函館山ロープウェイ。函館山ロープウェイでは山のふもとから山頂までを結ぶ空中散歩を楽しめます。日本三大夜景の一つで、山頂から眺めると宝石のような街の明かりを楽しめます。また、ハート伝説と呼ばれるジンクスもあり、夜景の中にハートの形を見つけると、一緒に見た人と幸せになれると言われています。函館朝市。函館駅の近くの函館朝市は、新鮮な海産物が揃い、寿司やウニ、イクラの海鮮丼が人気です。また、自分で釣ったイカを刺身で味わえるカツイカ釣り堀を体験できます。北海道富良野エリア。富良野のラベンダー畑。6月から8月にかけて一面に広がるラベンダー畑が見どころです。鮮やかな紫色と爽やかな香りは訪れる人を癒します。特にファーム富田のラベンダーソフトクリームは有名で美味しいです。美瑛の青い池。美瑛町にある青い池は見る角度や光によって池の見え方が変わります。また、旧の町と呼ばれる美瑛のなだらかな丘はヨーロッパの農村を思わせる風景が広がります。旭川動物園。日本最北端の動物園として知られています。動物の自然な姿が見れます。特にアザラシ館の円柱の水槽やペンギンの散歩は人気です。北海道稚内エリア、宗谷岬。日本の一番北に位置する宗谷岬では、広いオホーツク海を見渡せます。また、日本最北端到達証明書を受け取れるので、訪れた記念になります。利尻山と礼文島の花畑。利尻山は利尻富士とも呼ばれる美しい山で、ハイキングに最適です。礼文島では花畑を散策できます。特に夏は花が咲き乱れ、自然の美しさを味わえます。ノシャップ岬。ノシャップ岬は夕日の名所として知られ、水平線に沈む夕日は感動的です。アイヌ語で岬が顎のように突き出た場所を意味するその名が、この地の見た目を表しています。帯広、十勝エリア、十勝平野、北海道を代表する農業が盛んで、小麦、じゃがいも、
豆類などが生産されています。広い田園風景を楽しめるほか、地元の新鮮な食材を使ったスイーツも人気です。十勝川温泉。世界的にも珍しい植物の成分を含むモール温泉です。大正時代からあるこの温泉は、美肌効果があると言われ、人気があります。温根島。季節や天候、見る角度によって湖面の色が変化することから、五色沼とも呼ばれている湖です。透明な青、エメラルドグリーン、ダークブルーなど、多くの色を楽しめます。網走、知床エリア、博物館網走監獄、明治時代に使われていた網走刑務所の建物を公開した博物館です。日本一脱走が難しいと言われた刑務所の囚人たちが暮らした部屋や働いた様子の展示を見学できます。流氷体験。冬の網走では流氷観光船に乗って近くで流氷を見ることができます。流氷の上を歩く流氷ウォークも体験できます。運が良ければクリオネを見れるそうです。知床半島。手つかずの自然が残る世界自然遺産です。クルーズ船に乗れば野生の熊やワシなどの動物を見れることもあり、大自然を味わえます。北海道旅行でおすすめのご当地料理。北海道は美味しい食材や料理がたくさんあります。代表的な料理をご紹介します。ジンギスカン。北海道のソウルフードとも言えるジンギスカンは、羊の肉の鉄板焼き料理です。専用の鍋で焼いた羊肉は、臭みが少なく、ヘルシーで美味しいです。特製のタレに漬け込んだ肉と野菜を一緒に焼くのが定番です。海鮮丼。新鮮な海の幸を堪能するなら、海鮮丼は外せません。どのお店でも外れが少ないのが北海道の魅力です。イクラ、ウニ、ホタテ、カニ、サーモンなど贅沢なネタがたっぷりと乗った丼は観光客にも地元の人にも大人気です。スープカレー。スパイスの効いたスープ状のカレーに大きめの野菜やお肉がゴロゴロ入った北海道初の料理です。辛さやトッピングが選べるお店が多く、自分好みの味を楽しめます。特に札幌市内には名店が多くあります。ザンギ。北海道風の唐揚げであるザンギは、鶏肉を醤油ベースのタレに漬け込んで揚げます。普通の唐揚げよりも味がしっかり染み込んでいて、ビールとの相性も抜群です。石狩鍋。石狩川流域で生まれた郷土料理で、鮭を主役にした味噌仕立ての鍋料理です。鮭の旨味が染み込んだ味噌のスープは、野菜や豆腐と相性も良いです。冬の北海道では、特に体が芯から温まります。北海道旅行の注意点。最後に、北海道旅行で気をつけると良いことをお話ししたいと思います。野生動物への配慮。野生動物には
餌をあげたり触らないようにしましょう。写真を撮るときはフラッシュを使用するのもやめましょう。環境保護、自然豊かな観光地が多いため、立ち入り禁止エリアには入らないようにし、ゴミは持ち帰りましょう。気候に合わせた服装の準備。夏は涼しく快適ですが、冬は寒さ対策が必要です。雪道では滑りやすいため、スノーブーツやスパイクを履きましょう。また、室内は暖房が効いているので、暖かい場所が多く、脱ぎ着しやすい服装を準備すると便利です。いかがでしたか？ここまでご覧くださりありがとうございます。次は友達に話すような言葉で話していきますね。皆さんこんにちは。この写真、日本のどこだかわかるかな？正解は北海道。わかった人も多かったかな？今日はみんなにぜひ行ってほしい北海道を紹介するね。有名な観光地や地元ならではのスポットも紹介するから、ぜひ最後まで楽しんでいってね。まずは北海道をエリアごとに分けて案内していくよ。北海道札幌エリア、札幌雪まつり、札幌の中心部にある大通公園は地元の人にも親しまれている場所だね。季節ごとのイベントがあるけど、冬には札幌雪まつりが人気で、雪や氷の像がずらっと並ぶよ。すすきの。札幌の夜を楽しむなら、すすきの。味噌ラーメンとか新鮮な魚料理が超人気。私はお酒の締めにラーメンを食べるのが定番だよ。それに、クラブやバー、カラオケなんかも充実してるから、夜の街を思いっきり楽しみたいなら、ここだね。札幌市時計台。札幌にある日本で一番古い時計台だよ。重要文化財にも指定されてて、明治時代の雰囲気が感じられるね。ビル街の中にこじんまりとあるから見過ごさないでね。北海道小樽エリア、小樽運河。石造りの倉庫が並ぶ小樽運河は夜になるとガス灯が灯っていい雰囲気だよ。運河沿いをのんびり散歩しながらレトロな街並みを楽しむのがいい感じだよ。冬には小樽雪明かりの道っていうイベントがあって、キャンドルでライトアップされた街がめちゃくちゃ綺麗。小樽オルゴール堂。小樽オルゴール堂は明治時代のレトロな雰囲気のオルゴールがたくさんあるよ。アンティークなデザインから今風のものまで種類がたくさん。キャラものや日本っぽいデザインのもあって、見てるだけでも楽しいの。自分でオルゴールを作れたりするよ。音色やデザインを選んで組み立てるから自分らしさが出せるね。シャコタンブルー。シャコタン半島の海は透明度がすごくて、シャコタンブルーって呼ばれてるんだって。夏にはシュノーケリングやカヤックで青くて綺麗な海を楽しめるよ。北海道ニセコエリア。ニセコのパウダースノー。ニセコってさ、パウダースノーがすごい有名なスキーリゾートなんだよね。それだけじゃなくて、自然もたくさんで、日本一の清らかな水の流れって言われている尻別川とか見どころがたくさんあるよ。夏になるとラフティングとか
ハイキングも楽しめるし、アウトドア派にもいいよ。海外からの人も多くて観光しやすいみたい。洞爺湖と有珠山。真冬の北海道の寒さでも凍らない湖だから、不凍湖って呼ばれてるんだって。温泉もあるし、北にも南にも山が見えるんだ。有珠山は火山活動でできたジオパークが見どころで、ロープウェイで山頂に行けば素晴らしい景色が見れるよ。登別温泉。登別温泉って地獄谷から湧き出る温泉で有名なんだよ。火山活動でできた場所なんだって。温泉街には足湯とか日帰り温泉もあって、観光のついでにふらっと立ち寄れるのが楽でいいんだよね。北海道函館エリア五稜郭公園。五稜郭って日本で初めて作られた西洋式の城郭で星の形をしてるよ。北方を守るために作られたらしいんだけど、どっから攻められても二方向から反撃できるようになってるんだって。函館山のロープウェイと夜景。空中を散歩してるって感じで楽しいよ。山頂まで行く間に扇形に広がる街並みが見えるの。夜景がすごくて、日本三大夜景の一つなの。山頂から見る街の明かりがまるで宝石みたいで綺麗だよ。それからハート伝説っていうのがあって、夜景の中にハートの形を見つけれると、一緒に見た人と幸せになれるって言い伝えがあるんだって。函館朝市。早起きしたら函館駅の近くにある朝市に行ってみて。新鮮な海の幸とか野菜がいっぱいあるの。自分でイカを釣って刺身にしてもらえるカツイカ釣り堀とかもあって、なかなかできない体験を楽しめるよ。北海道富良野エリア、富良野のラベンダー畑。夏の富良野といえばやっぱりラベンダー畑。6月下旬から8月上旬くらいまで一面に広がる紫のラグみたいで、ほんと綺麗。ファームとミタのラベンダーソフトクリームがすっごく人気だよ。美瑛の青い池。美瑛町にある青い池。あれは本当に幻想的。写真とか絵画みたいな風景が広がってるの。美瑛の丘も素敵で、ヨーロッパの田舎みたいな雰囲気で、心がほっとする景色だよ。旭川動物園。日本で一番北にある動物園なんだって。自然な姿の動物たちを近くで見れるのがいいよ。特にアザラシ館の柱型の水槽とか、ペンギンの散歩が人気。季節ごとのイベントも楽しめるよ。北海道稚内エリア、宗谷岬。日本の最北端にあって、目の前にはオホーツク海が広がってるんだ。記念に日本最北端のモニュメントの前で写真を撮る人が多いんだよね。それと、日本最北端到達証明書ももらえるらしいよ。利尻山と礼文島の花畑。利尻富士って呼ばれるくらい形が綺麗で、登山で人気な山だね。礼文島は山の植物がいっぱい咲いてて、夏になると花畑がすごく綺麗。歩くだけでも癒される感じだよ。ノシャップ岬。ノシャップ岬は夕日が有名な場所で、水平線に沈む夕日が本当に感動的なんだよね。岬の名前はアイヌ語で、顎みたいに突き出た場所っていう意味らしくて、
まさにその通りの形をしてるんだ。帯広、十勝エリア、十勝平野。十勝平野って北海道の中でも農業が盛んで小麦やじゃがいも、豆類とかが取れるよ。田園風景が広がってて見てるだけでのどかな気持ちになれるよ。地元で採れた食材を使ったスイーツが美味しいの。十勝川温泉、モール温泉が特徴だよ。これ、植物の成分が入ってる珍しい温泉なんだって。大正時代からあるらしくて、美肌効果があるって言われてて、美容好きの人は要チェックだね。オンネ島。オンネ島って湖なんだけど、五色沼って呼ばれるくらい、見る角度とか天気で湖の色が変わるんだ。透明な青とか、エメラルドグリーンとか、ほんといろんな綺麗な色の神秘的な湖だよ。網走、知床エリア、博物館網走監獄。明治時代に本当に使われてた刑務所をそのまま博物館にしてるんだって。日本一脱走が難しい刑務所って言われてたらしいよ。囚人が暮らしてた部屋とか生活の展示があって、ちょっと怖いかもね。流氷体験。冬の網走では流氷観光船が有名で、流氷を近くで見るツアーがあるよ。流氷の上を歩ける流氷ウォークっていう体験もできるんだ。クリオネも見れるかもしれないよ。知床半島。人の手がほとんど入ってなくて、自然がそのまま残ってる場所ね。クルーズ船に乗って野生の熊とかワシとかを近くで見られることもあって、自然の迫力を味わえるかも。北海道旅行でおすすめのご当地料理。北海道は本当に美味しい料理がいっぱい。代表的な料理を紹介するね。ジンギスカン。北海道といえばやっぱりジンギスカン。羊の肉を使った鉄板焼き料理なの。これが臭みが少なくてヘルシーですっごく美味しい。専用の鍋で焼いたお肉やもやしとかキャベツを特製のタレで食べるよ。海鮮丼。新鮮な海の幸を楽しみたいなら海鮮丼は食べてほしいな。ふらっと入ったお店でも本当に美味しいの。イクラとかウニ、ホタテ、カニ、サーモン、贅沢なネタがドーンと乗ってる海鮮丼が食べられるよ。スープカレー。北海道が発祥のスープ状のカレーで好きな人はハマるよ。スパイスが効いたスープに大きめの野菜とかお肉がゴロゴロ入ってて、トッピングや辛さも選べるから自分で好きにアレンジできるんだ。ザンギ。ザンギって知ってる？簡単に言うと北海道風の唐揚げなのね。醤油ベースのタレに漬け込んでるから、普通の唐揚げより味がしっかり染みてて美味しいの。ビールとの相性も良くて、一緒に楽しんでほしいな。石狩鍋。冬にぴったりなのが石狩鍋だよ。石狩川の地域で生まれた郷土料理で、鮭をメインにしたお味噌味の鍋なの。鮭の旨味がしっかり出てて、野菜や豆腐とも相性バッチリで、これが体の芯から温まるんだよね。北海道旅行の注意点。最後に、北海道旅行をするときの注意点をちょっと話しておくね。野生動物への配慮。北海道って野生動物が身近にいるんだよね。だから
餌をあげたり、触ったり、フラッシュを焚いたりするのはやめた方がいいよ。環境保護、立ち入り禁止のエリアには入らないとか、ゴミはちゃんと持ち帰るとか、ルールを守って楽しむのが大事ね。気候に合わせた服装の準備。夏は涼しいけど、冬はすごく寒いから、寒さ対策は絶対。雪道は滑りやすいから、スノーブーツとかスパイクが便利だよ。室内は暖房が効きすぎてることもあるから、すぐ脱いだり着たりできる服を用意しておくといいよ。いかがでしたか？北海道は私も何回も行った大好きな場所です。皆さんにも少しでも行ってみたいなと思ってもらえたら嬉しいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは日本の文化や習慣、日本人の考え方などをわかりやすくお伝えする動画をお届けしています。いいなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。